皆様、本日も一日お疲れ様でした。神楽坂 CSU チャンネル、朗読者の神楽坂凛と申します。本日も皆様に良い眠りが訪れますように心を込めて朗読させていただきます。本日の朗読作品を小さな音楽隊と風の種、星降る丘と光る青と恋風と蝶の戻る実の3作品をゆったりと朗読させていただきます。皆様におかれましては、目を閉じ、リラックスして静かな朗読の世界に耳を傾けてください。これからも皆様にたくさんの癒しをお届けできますように、お休み前にチャンネル登録を忘れずにお願いいたします。明日も皆様にとって素敵な一日となりますように、おやすみなさいませ。小さな音楽隊と風の種。それは初夏の静けさがまだ空気に溶けている朝のこと。海と山に囲まれた小さな町の外れ、小さなポーションや星降る雫には淡い日の光がそっと差し込み始めています。窓辺に並んだ瓶たちはまるで目を覚ましたようにキラキラと輝き、風に揺れるカーテンが静かな始まりを告げていました。銀は棚に並ぶポーションの瓶を吹きながら、ふと風の匂いに気づきました。それは草木と朝露が混じり合った初夏だけの柔らかな香りでした。風の音が変わりましたね。窓をそっと開けると、柔らかな風が頬を撫でて通り過ぎていきます。春の名残を少しだけ残したその風は、どこか懐かしい音を連れてきているようでした。銀は草色の警棒を羽織り、バスケットを手にして店を後にしました。向かったのは町の外れにある林の小道。この時期、そこでは初夏の虫たちがひっそりと目を覚まし、短い季節を生きようとしているのです。歩きながらリンは耳を澄ませます。傘こそと落ち葉をくぐる音、木という木のきしむ音、そのすべての隙間に透明な小さな音がいくつも鳴り響いていました。チリチリチリ、リリ、小さな虫たちの音楽隊。姿は見えなくても、その演奏は林の奥から風に乗ってあちこちに届いていました。笹の葉が鳴らすリズムに合わせて土の上を跳ねるような拍子が続きます。リンは立ち止まり、そっと目を閉じました。その小さな音たちにそっと心を重ねるようにして、その時、ふと気づきました。音がしない。かすかな声がどこからか聞こえてきました。目を開けると、そこには少女が立っています。深い紺のワンピースに肩まで伸びた黄色の髪。目元にはどこか遠くを見つめるような静けさがありました。こんにちは。リンがそう言うと、少女は驚いたようにこちらを見ました。
しばらく黙ってから少女は唇だけを動かしてつぶやきます。自然の音が聞こえないんです。何も。あなたのお名前はニコラです。リンはそっと微笑みました。風が二人の肌を優しくすり抜けていきます。けれどニコラの耳には虫たちの音楽隊の演奏もあのざわめきも何も届いていないようでした。風の音は聞こえますか？リンが問いかけるとニコラは首を横に振ります。その表情には悲しみよりもどこか諦めに似た影がありました。昔はたくさんの音が聞こえていたんです。鳥の声、虫の鳴き声、風の音。でも気づいたら何も聞こえなくなっていました。リンは少女の肩にそっと手を添えました。そしてかすかにうなずきます。きっと戸はどこかに隠れてしまったのですよ。あなたの心の奥に。それは戻ってくると思いますか？ねえ、少し時間はかかるかもしれないけれど、ちゃんとお迎えに行きましょう。リンはバスケットの中から小さな瓶をそっと取り出します。瓶の中には薄い水色の光が揺れていました。これは風の種を作るための素材なのです。今から一緒に調合してみませんか？風の種。風はどの船のよう。風が通り抜けるところに音は住んでいるのです。二人は林の奥へとゆっくりと足を踏み入れました。木漏れ日が揺れる小道の先には小さな泉があります。リンはそこに腰を下ろし、バスケットを開きました。取り出したのは乾く透き通る葉、余地を含んだ小石、そして朝の始まりの香りがする光景。すべて風と共に育った素材たち。リンは一つ一つニコラに手を渡しながらその特徴を優しく説明しました。ニコラは最初戸惑いながらもリンの手元を見つめています。やがてポーションの瓶に素材が一つずつ加えられていくと瓶の中が少しずつ揺れ始めました。小緑色のきらめきが小さな渦となって回り始めたのです。その状態を確認したリンはそっと目を閉じ祈りました。すると瓶の中で回っていたポーションの動きが次第に穏やかになっていきます。そして完全に動きが止まったとき、リンがそっと目を開きました。これが風の種です。リンはポーションをそっと差し出しました。ニコラは恐る恐るそれを手に取ります。まだ完全なポーションではありません。最後にあなたの思いを込めることで音はきっと戻ってきますよ。私の思い。その言葉を繰り返しながらニコラはポーションの瓶を胸に抱えました。
ニコラがリンを見ると、リンはその様子を見ながら微笑んでいます。と、風が吹き抜けました。その風に用いて、かすかに、ほんの少しだけ、リンと、虫の鳴き声がニコラの耳に届いたような気がしました。ニコラははっとして耳を澄ませます。でも次の瞬間にはもう音はなく、辺りにはただ風と静けさが漂っていました。気のせいだったのかな。それは始まりの音。リンはそっと微笑みます。風は林の奥からまた吹いてきました。小さな音楽隊は姿を見せることなく遠くで演奏を続けています。そしてニコラの耳に届くその風の記憶はまだ名前のない旋律として心の奥でそっと揺れていました。その夜、ニコラは静かに目を閉じ眠りにつきます。夢の中でも風はそっと吹いていて、遠くで誰かが小さな楽器を奏でているように思いました。そして朝が来ました。柔らかな光が街を包み、冷たい夜露が少しずつ空へと溶けていく頃、リンの店の扉がそっと開きました。朝の光の中に立っていたのはニコラでした。おはようございます。小さな声でしたが、昨日よりも少しだけ気に張りがありました。いらっしゃい、ニコラさん。よく来てくれましたね。リンはカウンター越しに微笑みを浮かべ、温かいハーブティーを差し出します。その湯気は、りと甘い香りをまとい、空気の中に優しく溶けていきました。昨日、音はほんの少しだけ聞こえた気がしたんです。風に混じって小さな音が、それでもっと知りたくなって。そう言いながら、ニコラは胸元のポーチから風の種の瓶を取り出しました。瓶の中のきらめきは昨日よりも少しだけ深く静かに揺れています。きっと心の奥の扉が少し開いたのですね。リンは静かにうなずきました。この続きを一緒に調合しましょうか。風の種にもう一つとの記憶を重ねるのです。今ニコラを店の奥へと案内します。そこには調合台と棚には色とりどりの瓶や素材が詰められた箱が置かれていました。ニコラの前に並べられたのは透明な羽のかけらや葉に残る夜明けの雫、そして虫たちの通り道にしか現れない金色の粉。それは音の雫と呼ばれる極めて繊細な素材でした。これが最後の素材になります。とても儚いものなので、使うときは心を澄ませてくださいね。二人は静かに並び、瓶の中に一つずつ素材を加えていきます。そして最後に、どの雫が加えられると、
スが割れました。その嘘を確認して、リンとニコラはそっと目を閉じます。その中心からわずかにほとんど聞き取れないほどのかすかな音が出たりといきました。それはまるで水筋窟のようなひと静かな音。でもその一音に風の中に眠っていた無数の記憶が呼び覚まされていくかのようでした。今聞こえました。ニコラの目はゆっくりと見開かれました。いえ、それはあなたの中にまだ残っていた音たち。ずっとそこにいて、ずっとあなたが気づくのを待っていたのです。私、音を忘れていたんじゃなくて、閉じ込めていたんですね。静かに誰にも聞こえないところに。そうです。でも音は聞いていませんでした。たとえあなたが耳を閉じていても、心の中で生き続けていたのです。その時、リンの店の窓がかすかに揺れました。小さな風が入り込み、ガラス瓶の一つがチリンとなります。ニコラがはっとして振り向いたとき、もう一つの瓶もわずかに震えて音を立てました。音が聞こえる。そうつぶやいた瞬間、彼女の目に涙が浮かびました。お帰りなさい、ニコラさん。リンの声はとても優しく、そして穏やかでした。二人は窓を開けて、外の風を胸いっぱいに吸い込みます。林の方からは、今日の小さな音楽隊の演奏が風に乗って届いていました。リリ、チリチリ、カサカサと、こんなにたくさんの音があったんですね。世界にはずっと、いえ、聞こえるかどうかよりも、そこにあると知っていることが大切なのです。やがて店のカウンターへと戻ったリンは静かに記録帳を取り出します。そして白いページに昨日と今日の出来事をゆっくりと書き記していきました。自然の音が聞こえないニコラさんと風の種を調合しました。彼女の心の奥に眠っていた音はそっと目を覚まし、風に乗って帰ってきました。それは自然が彼女にもたらした優しい調べ。そしてページの端に小さな星型のスタンプをそっと押しました。これは心を閉ざした少女が風と音を通して再び世界とつながった証。その後もニコラは星降る雫に通い続けました。風の種は彼女にとってとを取り戻すきっかけだけではなく、心と向き合う道しるべになっていくのです。ある日、林を散歩していたニコラはふと立ち止まりました。小道の向こうであの影に隠れていた虫が一音だけいいと鳴きます。その音に彼女は微笑みました。ありがとう、また会えたね。風が吹き、虫たちの音楽隊は
そっと合奏を始めました。木々の間をすり抜け、葉を揺らしながら、音の波が空へと舞い上がっていきます。風に溶けてゆく音の一つ一つに、かつて失われたはずの音が重なり、そして優しい旋律となって彼女の心を包み込みました。それは再生の音であり、癒しの音。そして静寂の中にそっと芽吹いた新しい物語の音です。リンは林の向こうからその様子をそっと見守りながらふと空を見上げました。空には淡い雲が浮かび、風は今日も静かに吹いています。音はいつの風の中にある。目には見えないけれど、ちゃんとそこにいます。そうつぶやいたリンの声もまた、虫たちの奏でる音楽に溶け込み、風の中へと消えていくのでした。星降かと光る青と、夜の帳が静かに街を包み込み、星々が空にその姿を表し始める頃、リンは店の扉に小さな札をかけてから草色のゲートを肩にかけました。今夜はもう一回行ってみましょうか。空気には少しだけ夏の匂いが混ざっています。押し降る雫を出て小道を抜けると、そこには小さな丘がありました。この季節、草は柔らかく、風はほのかに甘く香ります。リンは足元に広がる草花に目を閉じ、静かに深呼吸をしました。夜の香りが胸の奥に広がっていくと、心が透明になっていくように感じられます。足元でささやくような虫の声に、リンはそっと耳を傾けました。そしてその時、チリチリ、チリン。まるで小さな鈴を鳴らしたような音が風に混じって聞こえてきたのです。ふと目を凝らすと、丘の上に淡い青白い光が瞬いていました。その光の正体は一匹の虫。透き通った羽が星明かりを受けて光り、羽ばたくたびにブルーオルゴールのような音を奏でます。あなた、光るのね。そして音も。虫はリンの周りをゆっくりと舞い、夜空に溶けていくようでした。その青とは風に乗って遠くまで届くように感じられます。リンはその音にどこか昔の記憶を重ねるようにまぶたを閉じました。誰かが奏でた優しい音色、それは心の奥底にそっと灯る光のようです。ここでしたか。静かな声にリンを振り返りました。草の小道を登ってきたのは一人の男性。灰色のコートを羽織り、肩に木箱を背負っています。少し疲れたようなその眼差しには深い夜の色が宿っていました。こんばんは。もしかして迷子ですか。リンが穏やかに問いかけると、男性は少し驚いたように笑いました。いえ、
違いますよ。店に行ったのですが、いらっしゃらなかったので、彼の言葉には何かを探し続けてきた人特有のほっとした響きがあります。彼は木箱をそっと地面に置きました。中には手作りの笛や小さな弦楽器が丁寧に収められています。その中の一つ、古い木のフルートを手に取り、彼は言いました。これは父が作ったフルートなんです。けれど、私にはもう音楽が聞こえない。音楽が聞こえない。今眉を少しだけ潜めながら相手の瞳を見つめました。その言葉にはただの聴覚の問題ではない、もっと深い事情が隠されていると感じたのです。彼は楽器職人でした。ジャゼフというその名で、祖母の代から続く楽器工房の家系に生まれ、幼い頃から音楽に囲まれて育ったと言います。けれどある日、ふと気づくと、自分だけが音楽を感じられなくなっていた。音楽は鳴っているはずなんです。けれど、心に響かない。まるでどこかに閉じ込められてしまったように。彼の言葉には深い孤独がにじんでいます。今、そっとうなずきながら彼の隣に腰を下ろしました。肩にかかるゲートが静かに揺れ、彼との間に流れる空気が少し和らぎます。音楽って不思議ですよね。耳ではなく心で聞くもの、そんな気がするのです。女性は黙ってうなずきました。そしてふと音が再び聞こえてきます。先ほどの光る虫がまた姿を見せたのでした。この虫、あなたも見ましたか？いえ、とがまるで記憶の奥をノックしてくるようで、虫は再び二人の周りを舞いました。その羽音は風鈴の音のように澄んでいて、どこか懐かしさを含んでいます。星のように音もまた記憶の中に残っているのかもしれませんね。リンはそっとポーチから瓶を取り出しました。中には夜光草のつぼみと星のつゆが閉じ込められています。この虫が宿す光る青とポーションにしてみたいと思うのです。それが聞こえなくなった音楽に触れられる方法になると、もしかするとです。試してみませんか？ジョセフは小さくうなずきました。今、瓶の線を受け、草の上に置きます。光る虫が近づき、音が瓶の中に滑り込むようにして響きました。瓶の中の夜光草がかすかに色を変えていきます。青白く優しく、まるで星の息吹が染み渡るように。完成には少し時間がかかります。明日の夜、もう一度ここで。ジョセフはまるでどこかに希望の日だと思ったかのように微笑みました。わかりました。
明日、また来ます。その声には、静かな決意と、かすかな期待が入り混じっていました。彼の足音が遠ざかるのを見届けると、リンはそっと星空を見上げます。虫の青音が静かに丘に満ちていました。音の記憶、星の息吹、そして希望の白手。それはまだ言葉にならない音楽のようでした。夜が再び街を包み込む頃、リンはポーションの瓶を両手でそっと持ちながら昨日の丘へと向かっていました。瓶の中では昨夜採取した光る青音が静かに揺れていました。夜光層のつごみは淡い金色に変わり、星の露はその輝きを薄く広げています。風に耳を澄ませば、あの青音が瓶の奥で小さく鳴いているのがわかりました。その音は優しくて、どこか懐かしくて、心の奥底にしまっていた何かを呼び覚ますような響きです。丘の上には女性の姿がすでにありました。彼は昨日と同じ灰色のコートを羽織っていましたが、肩にかけていた木箱は今夜少し軽やかに見えます。その立ち姿にはどこかしら昨日より音楽を受け入れる準備ができているような静けさがありました。こんばんは、リンさん。こんばんは。来てくれて嬉しいです。二人は並んで草の上に座りました。空は澄んでいて、星々が静かに降り注いでいます。虫たちのかすかな音は風に紛れて聞こえてくるようでした。これが出来上がった光る青とのポーションです。リンは小さなガラス瓶を彼の手にそっと渡しました。中で金のつごみが星の露に溶けるように光っていました。彼はそれをまるで宝物のように両手で包み込むようにそっと持ちます。これをどうすれば、ただ耳に近づけてとに心を開いてみてください。女性はゆっくりと瓶を耳元へ近づけました。その瞬間、彼の目がわずかに見開かれました。何かが静かに、そして確かに彼の心に響いたのです。これは音楽。瓶の奥から小さな音が聞こえてきます。それはかつて彼の父が作った上の音にどこか似ている気がしました。でもそれ以上に幼い頃家の庭で聞いた虫たちの羽ばたき、夜中に星を見上げながら心で感じた音の記憶が次々と蘇ってくるようでした。彼の胸の奥はじんわりと熱くなっていきます。言葉にできない思いが胸の内側から静かにこぼれてくるのを感じました。こんな音楽忘れていた。でも確かに聞こえます。彼の手が小さく震えていました。音楽はなくなったわけではなかったんですね。どこかに
閉じ込めてしまっていただけで、銀はそっとうなずきました。音楽は姿を変えてもきっとどこかに生きているんです。それを見つけるのは耳なのではなく心なのかもしれません。ジャゼフは木箱から一本の古びたフルートを取り出しました。それは彼の父がかつて作った思い出の楽器です。少し吹いてもいいですか？もちろん聞かせてください。あなたの音楽を。風が静まり、虫たちの青とも一旦遠ざかったように思えたその時、ジョセフはゆっくりと息を吹き込みました。一つ、二つ、と、フルートから流れた音楽はたどたどしくも戦い、まるで夜空に一筋の光が差し込むようです。音楽が星と風と光る青とと重なり合い、丘の上に小さな旋律を奏でていきました。その音はまるで言葉のいらない会話のように銀の胸にもすっと染み込んできます。彼の思いが過去と今をつなぎ、誰にも語れなかった時間を優しく包み込んでいくのがわかりました。銀は静かに目を閉じます。星々が瞬きするように輝き、草の隙間からまた光る虫が舞い始めました。その青とはもはや風と一体になって花全体を包み込みます。小さな音楽の再生。それは楽器職人の心にもう一度火を灯す音楽の目覚めでした。その夜、銀は店に戻りました。そして腰振る雫のカウンター奥にあるいつもの記録帳をそっと開きます。そして今夜の出来事を書き記しました。今夜、ジャゼフさんと星の丘でとの記憶を分かち合いました。光る青とのポーションは彼の心の扉を静かに開いてくれました。その音楽は風と星と、そして幼き日の希望のように温かく響いていくでしょう。レジの端にいつものように小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは失われた音楽は心の記憶とともに静かに息を吹き返した歌詞。それから数日が経った頃、ジョゼフは一つの楽器を凛に届けに来ました。それはあの光る青とのポーションをイメージして作られた木製の小さな笛でした。笛の先にはガラス細工の羽がついていて、吹くとどこか星の音に似た音色が響きます。これは風の音と名付けようと思います。彼ははにかんだように言いました。もしも誰かが音楽をなくしてしまったとき、この笛が助けになれば。銀は笛をそっと両手で受け取りました。きっと誰かの夜に星のように灯ると思います。銀がそっと息を吸い込み、音楽を奏でます。二人は
しばらく言葉を交わさず、ただ絵が奏でる音楽に耳を澄ませました。風の中に虫の音が混じり、星が静かに瞬いています。その静けさの中にあったのは、言葉より深い理解と音楽が持つ優しさ。瓶の指先には、とと思いが一体となって流れ込み、時間さえも柔らかくほどけていく。音楽は消えたのではなく、ただ静けさの中でその時を待っていただけでした。そしてその静けさの中にこそ、再び歩き出すための希望の旋律が隠れていたのです。彼の心には音楽、優しく、そして温かく戻ってきていました。ジョセフの瞳にはもう迷いはありません。星降る雫で銀はまた一つ小さな奇跡を届けました。その晩、銀は絵を棚の上にそっと飾り、隣に光る青とポーションを並べます。どちらも言葉では届かない思いをそっと伝えてくれるもの。店の扉を閉めると、外ではまた一つ星が流れていきました。それはまるで今日という夜を祝福するか。星降る雫の明かりが静かに消えます。けれど、棚の上の絵は今もどこかで風の青とを奏でているかのようにそっときらめいていました。青い風と蝶のまどろみ、緩やかに時間がほどけていく後、小さな町の外れにあるポーションや星降る雫は今日も静かに店先のブギを鳴らしていました。春から初夏へと向かう柔らかな日差しが溶けた窓からこぼれ、ふわりとした雲が空に緩やかに流れていきます。この店の店主のリンは窓辺に置かれた木の椅子に腰掛けながらハーブを一枚ずつ丁寧に乾かしていました。ミントやラベンダー、レモンバームの香りが午後の空気と混じり合い、ほのかな眠気を誘います。そんな時でした。周りと風が吹き、空から一匹の蝶が舞い降りてきます。その蝶は透き通るような青い羽をひらひらと揺らしながら、庭の中央にある小さな石の上に静かに止まりました。そして羽を閉じると、そのまままるで眠るかのように動かなくなってしまったのです。リンは作業の手を止め、そっと近づき、かがみ込みました。眠っているのですね。でも、あなた、どこから来たのかしら。蝶の羽は、まるで夜明け前の空の色のように淡く光り、そのかすかな音が、どこか懐かしい音楽のようにも感じられました。銀は、その小さな命のまどろみに寄り添うように、店の中へと戻ります。ガラス瓶が並ぶ棚の前に立ち、静かに手を伸ばして数種類の素材を選び出しました。あの蝶には、夢の優しさを守るポーションが必要ですね。それは、まどろみのポーション、
深い休息と回復のために用いられる特別なポーションでした。腸の眠りを妨げず、自然の流れとともに体を整えるためのもの。リンは庭で採れたばかりのレモンバームをすりつぶし、乾燥させたスミレの花と混ぜ合わせていきます。小鍋の中で煮出した液体は、やがて淡いホイルに染まりました。それはまるで、蝶の羽のような色です。ポーションをそっと冷ましながら、銀がカウンターに戻ろうとしたその時でした。扉の裾が控えめになり、店の扉が小さく開きます。現れたのは一人の少女でした。長い黒髪は風にそよぎ、その瞳はまるで夢と現実の間を漂うように、どこか遠くを見つめています。手には小さな木の人形を優しく抱えていました。いらっしゃいませ。何かご利用ですか？リンが声をかけると、少女は一瞬だけ目を合わせましたが、すぐに視線を遠くを見るようにとしました。ここは夢の中じゃないよね。リンは少女をそっと店の奥へと招き、温かいミルクティーを入れました。少女はうつうつと椅子に腰掛け、指先を震わせながら少しずつ言葉をこぼします。私、メロって言います。ずっと夢の中にいるみたいな気がして、気がつくといつも眠っていて、起きても全部幻みたいで、リンはそっとうなずきながら静かに話を聞いています。話しながらメロは何度か涙をこぼし、その度に木の人形を強く握りしめていました。ねえ、私、ちゃんと目を覚ましたい。でも、怖いの、夢の方が優しくて静かで。その言葉はどこかの蝶の姿と重なりました。現実があまりにも騒がしく切なくて、眠りの中へと逃げてしまう。そんな思いが少女のまどろみに重なっているようでした。リンはそっと冷ましていたポーションの火を持ちます。淡く光る液体が午後の光を受けてきらめきました。これはまどろみのポーション。眠りの中で本当に必要なものを見つける手助けをしてくれるもの。もしよければあなたのそばに置いてみてください。メロは少しだけ迷いましたが、やがてこっくりとうなずきました。リンは彼女をそっと庭の椅子へと案内します。そこにはまだ青い蝶が眠っていました。メロは蝶のそばにある椅子に腰掛け、しばらくの間空を見つめます。銀は二人の間にまどろみのポーションをそっと置きました。風がそっと吹き、ミントの香りが通り抜けます。蝶の羽がほんのわずかに揺れたように見えました。この蝶、なんだか暖かいね。まるで心の中で誰かがそっと触れてくれてるみたい。メロは静かにそうつぶやきます。そこにはまだ青い蝶が眠っていました。銀は二人の間にまどろみのポーションをそっと置きました。風がそっと吹き、ミントの香りが通り抜けます。蝶の羽がほんのわずかに揺れたように見えました。
そのまま彼女は椅子に身をつけ、ゆっくりとまぶたを閉じていきました。深く、穏やかに、そして何かを取り戻すような、そんな眠りです。リンは、そのそばで静かに草花の手入れを始めました。風がまた一つ吹き抜け、午後の空は少しだけ青みを増しながら、時間がゆっくりと流れていきます。夢の中でネロは何を見つけるのでしょうか。それはまだ誰にもわかりませんが、リンはふとそんなことを考えました。けれどそのまどろみの時間は蝶の羽音のように静かで優しい時間に包まれています。そしてそれが少しずつ明日へとつながっていくのだとリンは信じていました。午後の光はゆっくりと傾きながら庭を金色に染めています。風は優しく、鳥たちの声もどこか遠くから聞こえていました。夢と現実の境目に溶け合っていくような、そんな静けさが晴れています。ネロのまぶたの奥では、深い夢の世界がゆっくりと開かれていました。夢の中でネロは小さな森の中をゆっくりと歩いていました。頭上では風が葉を揺らし、どこからかかすかの音楽が流れてきます。懐かしいような、けれど今まで一度も聞いたことのない音色。足元には青い蝶が静かについてきていました。それは現実の蝶と同じく透き通る羽を持ち、光の壺を取ってまるで案内人のように森の奥へと導いてくれます。やがて一本の木の根元にたどり着きました。そこには誰かが座っています。それは見覚えのある小さな影。少し昔の泣いているメロの姿でした。メロはその子に近づき、そっと膝をつきます。昔の自分は顔を上げ、ごつりとつぶやきました。どうして私は寝落としてばかりいたんだろう。それは怖かったから、悲しいのも寂しいのも辛かったのも、ちゃんと見るのが。ネロ自身がそう答えると、小さなメロはふと顔を転ばせました。でも、今の私はここに来てくれたんだね。会長が二人の間に迷い、そっと羽ばたきました。まるで夢の中にある痛みと優しさを柔らかく包み込むように。そしてその光がメロの胸の奥に優しく染み込んでいくのがわかりました。今までありがとう。私はもう歩いていけるから。二人のメロはそっと手を取り合いました。それは過去の自分と今の自分がもう一度つながり、歩き出すための大切な一歩。現実の世界では銀が草花に水をやりながらゆっくりと庭を見守っていました。メロのまぶたが静かに震えます。長いまどろみの果てから少女の瞳が再び開かれました。リンさん、
また少し夢の余韻を残した声でメロはつぶやきました。夢の中で自分に会いました。昔の泣いてばかりいた私に、でも少しだけ話ができたんです。リンは微笑み、そっとうなずきました。それはとても大切なこと。夢は遠い過去や心の奥の声に耳を澄ませる場所でもある。そしてあなたはその扉を自分で開いたのです。メロの目に涙が一筋流れました。けれどそれはもう悲しみだけの涙ではありません。私ちゃんとまた目を開けたいです。怖くても少しずつでも夢の中で見たことを忘れないように。銀はそっと空を見上げました。その空はどこまでも青く澄んでいます。そして二人の間に置いているまどろみの交渉をそっと手に取りました。このポーションはあなただけの鍵になる。眠るときも起きるときも今の自分と過去の自分がつながっている印として大切にしてあげてください。ネロは小さくうなずき、追い液体の残った銀をそっと胸に抱きしめます。とはその時、のわりと羽を開きました。長い眠りから目覚めたかのように庭の空気をひとしずく含んでゆっくりと宙に舞い上がっていきます。ネロはその姿を見上げながらぽつりとつぶやきました。きっとあの蝶も夢から帰ってきたんですね。リンはそっとうなずきました。そうかもしれない。蝶もあなたも夢の中に何かを残してきたとしてもそれは決して無駄にはならない。それはあなたの中に優しい風として残るから。ネロは立ち上がり、眩しい午後の光をゆっくりと見上げました。まるで蝶が羽ばたいた空から透明な追い風が吹いてくるようです。それは彼女の髪を揺らし、心を温かく撫でていく風。そしてメロは静かに微笑みました。メロを見送ってリンはカウンター奥にある記録帳をそっと開きました。そして今日の出来事を書き記していきます。あいつをとメロがまどろみの午後に出会いました。夢の中で彼女は自分自身に少しだけ目を開くことができました。蝶の青とはきっと彼女の中に回復の風としてずっと残るでしょう。そしてページの端に小さな星型のスタンプをそっと押しました。それは小さな勇気が確かにここに咲いたという証。その日、メロは店を出て町へと続く小道を歩いていきました。背中には小さな木の人形と青いコーションの木。風は優しく、空は高く、彼女の歩むその先に小さな希望の音が漂っていました。静かな午後はやがて夜に変わる頃、リン
の店先にはまだ少しだけ蝶の音の余韻が残っているようでした。その音は誰かの眠りをそっと包み込むように、風が柔らかな音を運び、眠れぬ誰かの心にそっと寄り添う。そんな優しく暖かな夜が今日もゆっくりと始まるのでした。ご清聴ありがとうございました。すでに眠りに疲れていれば幸いですが、まだご覧いただいている方はおられますか？おられましたら、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。これからも心地よい朗読をお届けいたします。どうぞ素敵な夜をおやすみなさいませ。